ということで、今回はですね、サーキット解説鈴鹿サーキット編ということで、日本で一番有名なんじゃないかな、どういうものなのかっていうのを解説していきたいなと思います。こちら鈴鹿サーキットの写真になりますが、ホームストレートにね観客席がずらっとあって、ここでね選手紹介とかピットの様子とかも見れつつ、もちろんこちらにあります観覧車からサーキットを見渡すっていうのも一ついいと思います。非常にねサーキット全体が見えるのでおすすめです。で、コース全長は 5.8 キロ、日本のサーキットで一番長いサーキットになります。もちろんねこれ世界格式でありF1 も開催されているサーキットになるんですけど、テクニカルなコーナーがかなり多いサーキットですし、レーサーとしてもですね非常に走りがいのあるというか、車のセットアップもうまく決まってないと速く走れないというところで、総合力が求められるサーキットです。一応鈴鹿サーキットのねスクール、今はホンダのレーシングスクールっていう名前になっているんですが、そちらの講師もさせてもらっていて、鈴鹿サーキットのことなら誰よりも分かってるんじゃないかっていうぐらい熟知しているつもりでございます。ということで鈴鹿サーキットの解説をしていきたいなと思うんですが、ホンダのホームサーキットですね。ホンダのホームサーキットっていうと鈴鹿とツイリンク茂木という栃木県にあるサーキットもあるんですが、ホンダのホームサーキットといえば鈴鹿になるかなと。伝統的な歴史のあるサーキットになります。はい、で鈴鹿サーキットの全体図に移りたいと思いますが、ここがメインストレートです。はい、ここから計測がスタートします。ピットロード出口はここですね。ここら辺ですね。はい、ここから出ていって1、2コーナーがあり、連続した S 字がずっと続く感じですね。名前は変わるんですけど、ほぼずっと S 字ですね。1個2個3個4個5個ぐらいあります非常にね体力的にも負荷がかかるコーナーが連続しています。でセクター1っていうのがここのメインストレートからだいたいここら辺になりますね。ダンロップコーナーを過ぎたあたりがセクター1の区間になります。そこから、セクター2っていうのがこのデグナーカーブと呼ばれるところですねまでになるんですけど、このデグナーカーブっていうのは攻めなくてはいけないコーナーですけど、攻めすぎるとクラッシュにつながってしまうスリリングなコーナーになっております。一番ここが難しいコーナーであり、ドライバーの力量というか気合が見えやすいコーナーになるかなと思います。そして続く日清ブレーキヘアピンが一番ね速度が落ちるポイントですね。だいたい5、60キロまで落ちます。でその後緩いカーブが続いた後にスプーンカーブがあります。その後バックストレート、西ストレートですね。ここで最高速が出ますね。このねスプーンカーブも結構速度が速い状態から出口を脱出して西ストレートに入るので、最高速が非常に伸びやすいです。でその後鈴鹿のさっき 130R というコーナーになります。ここは結構難しいコーナーになるかなと思います。一番速度が乗っている状態で細かなマシンコントロールをしなくてはいけないので、ここは結構難しいです。そしてスピードが乗っている 130R から日立アステモシケイン、これね実況の人とかがね困ってるこれを早口で言わなきゃいけないから、日立アステモシケインってもうかなり早口で、日立アステモシケインで何々がって言わなきゃいけないから、実況泣かせなコーナーですね。ここもね S 字のような形で細かく続くコーナーになります。細かなステアリングさばきが必要になってくるコーナーですし、そこからの脱出のスピードが次のメインストレートにもつながってくるので、この日立アステモシケインっていうのは非常に難しいコーナーにもなってきます。はい、はい、それではコーナーを見ながらね解説すると、1、2コーナーっていうのがメインストレートから入ってきて最初に始まるコーナーになるんですが、ここもね右と、しかも速度を落とさずに駆け抜けなきゃいけないコーナーなので非常に難しいです。ここもねバトルとかも結構1コーナー入る前とかにもあったりするので見どころかなと思います。そして続く S 字ですね。 S 字はねフォーミュラだと230ぐらいかなのスピードで常に走っているコーナーになるので、イメージしてもらえたら分かるんですけど、高速道路で60キロぐらいまで落としてくださいっていうちょっと急な曲がるカーブがあると思うんですけど、それが連続しつつ230ぐらいで走ってると思ってもらえると分かりやすいかなと思います。はい、その後ね S 字コーナーが3つ、1個2個3個あった後に、これもほぼ S 字なんですけど、逆バンクというコーナーになります。こちらはですね普通のサーキットの作りではバンクと呼ばれるものがついていて、曲がる方向に対して傾斜が
ついてるんですけど、逆バンクって呼ばれるところに関してはこれが右に曲がるのに対して逆側についてるバンクが逆バンクと呼ばれるものです。なのでここね、いきなりこの路面の形状が変わるのでちょっと難しいコーナーです。そしてダンロップコーナー、ここがですねかなりいろんな操作をしながら横 G がかかるコーナーで、一番鈴鹿サーキットの中でも横 G が強くかかるコーナーではないかと思います。フォーミュラだとね 4G 以上とかそれぐらいかかってくるので、体の体重の約4倍の負荷が体にかかることになります。非常に難しくもあり体に負担がかかるコーナーですね。続いて、デグナーカーブですね。これがコーナーが一瞬で過ぎてしまうので、速度をねできる限り落とさずに走るのが一番求められる。特にデグナーカーブの1個目は非常に難しいスリリングなコーナーになってくるので、攻めなくてはいけないんですけど、かといってクラッシュしては元も子もないので、そこのギリギリを狙うっていうのが非常に難しいです。続いて日清ブレーキヘアピン。はい、ここはコースの中で最もスピードが落ちるコーナーで、ブレーキングがね非常に重要です。すごく小回りしなくてはいけないコーナーになります。レーシングカーにとってはかなり小回りっていうのは非常に難しいというか得意なものになるので、もちろん普通の車よりは全然速いんですけど、そこがね結構難しいです。そしてその後のヘアピンから大きく曲がってスプーンに入っていくんですが、ここもね車によってはちょっと全開でいけない車もあります。このね、ライン取りだったりとかどう走るかっていうのも結構肝になってくるかなと思いますね。でそしてスプーンカーブ、こちらはデグナーカーブほどではないんですが、ここも車速をね落とさずに走りきる。そしてスプーンカーブの2個目は出口の脱出スピードが大事になってきます。この1個目はコーナリングのスピードを常に維持するっていうことが大事なんですけど、スプーンカーブ2個目は脱出のスピードが重要になってくるので、この1個目2個目で走り方がちょっと変わってくるっていうのも鈴鹿サーキットならではの難しいポイントです。でこちらね 130R になるんですが、かなりスピードが乗っているところから車によってはノーブレーキアクセル全開で行くとこもありますし、そうじゃない車もあります。ここはね、オーバーテイクのシーンもありますし、その先の試験員で抜きつ抜かれつっていうのが結構あったりもします。このね試験に入ってからのブレーキングも結構重要です。ということで鈴鹿サーキットの解説をしましたが、この後オンボードを踏まえた上でどういったところがポイントなのかっていうところを初心者の方にも分かりやすくご説明していきたいなと思います。ということで、鈴鹿のサーキットを解説していきたいと思います。使うオンボードは、僕が乗っているスーパーフォーミュラ、日本で一番、サーキットを速く走れる車になります。それでは行きます。はい、ここ最終コーナーの試験員から立ち上がってきて、ここがホームストレートになります。はい、ホームストレートではかなりスピードも乗るので、一番ね最高速度が出るのが、西ストレートバックストレートのエンドになるんですけど、ここもね同じぐらい速度は出るので、かなりそこからのスピードをどれだけ維持して1、2コーナーに入っていけるかが重要です。で初心者のねこれ見てくれてる方が鈴鹿サーキット初めて乗るよっていう人たちは基本的に普通の一般車で、あるいはねちょっとだけ手を入れたレーシングカーとかで乗ると思うんですが、基本的には最初まず 100m 看板あたりからブレーキを踏んであげると初めての方はいいと思います。でこの時のブレーキは普通に強く踏んで OK です。でここからブレーキングをしていって、ここの縁石が始まるちょっと手前ぐらいでブレーキを離してあげましょう。だいたい目安この辺りですね。この辺りでブレーキを1回ほぼ触ってないぐらいまで離してあげましょう。完全オフでもいいです。はい、この地点ですね。この地点で離してあげましょう。ここから2コーナーにかけてのアプローチとして緩やかにステアリングを切っていくわけですが、次にブレーキングを踏むポイントとしてはこの辺りです。ここら辺でもう一度ブレーキを踏んであげましょう。車によってはかなりブレーキを踏まなきゃいけない場合もありますし、ほぼ踏まなくてもいい場合もあるんですが、この2回に分けてブレーキを踏むっていうのが普通のセオリーの踏み方になりますので、ここだけ押さえておくといいかなと思います。
でここからブレーキングの最大でね一番強くブレーキングを踏むポイントが終了して、ここから、ブレーキをリリースしていきます。リリースしていって、このタイミングぐらいでブレーキを全て離します。で出口の縁石に向かってスロットルを徐々に踏んでいってあげる。この手前のブレーキングもそうですが、最初ブレーキングの踏み方もいきなり最初からドンって強く踏むんではなくて、じわっとゆっくり踏んであげる。ゆっくりって言ってもテッ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 ってこういうゆっくりじゃないですよ。いきなり最大の力でドーンって踏んであげるんではなくて、ちょっとこうゆとりを持たせてあげるという、ゆっくり踏んであげて、立ち上がりのスロットルもゆっくり踏んであげるっていうのがまず意識するポイントとしていいと思います。そして出口に対してアクセルを踏んでいき、次のここからの S 字がリズムを取るのが結構難しいポイントかなと思います。でまずこの鈴鹿サーキット、一つ重要なポイントがあります。このクリッピングポイント、自分が縁石につくポイントをどこにするかがすごく大事です。なので鈴鹿サーキットの S 字を例えて言うと、今クリッピングポイントはここら辺に来てますが、基本的にもっと奥でいいです。もう一番こっちにつくぐらいのつもりで言いましょう。縁石が終わるぐらいのところに自分は最終的にアプローチとしてつくんだっていうイメージで走るといいと思います。なのでこの段階からこの縁石始まりをめがけていくんではなくて、この先に自分が最終的にたどり着くんだっていうイメージを常に持っておきましょう。なのでここの最終的な内側のね縁石の終わりぐらいにつく、次も最終的な縁石のところらへんにつく、その次も最終的な縁石の終わりあたりにつく、ちょっとこれ離れちゃってますけど、最終的な縁石の終わりあたりにつくというイメージを持って走るというのが一つコツです。これずっと連続しているので、次のコーナーもそうです。逆バンクと呼ばれるところも、ここら辺の最初あたりは別につくっていうイメージを持たずに、これの終わりの時に車をつける、この終わりのあたりの時に車をつけるっていう意識を持っておくと、普通の一般車なり皆さんが乗るね車に対してはすごく最初からコツをつかんでどこを走ったらいいかっていうのを分かりやすいと思うので、最後の縁石の端の終わりのね、縁石の終わりの端を使うっていうイメージじゃなくてもいいんですけど、そのちょっと手前の奥、ここですね、縁石が見えたとしたらそれの奥を狙うっていうイメージを持っておくと、鈴鹿サーキットをうまく走れるかなと思います。ここもねだいたいこの奥をめがけて、その前から車をトレースしていく。だからあんまりこうステアリングを早めに切りすぎないっていうのがポイントかもしれないです。ちょっと奥まで行ってから切ってあげるとよりいいですね。内側にめがけて早めから切っていってアプローチするのではなくて、奥まで行って曲げてこの奥の縁石の終わりあたりを目指して走るっていうのが一つ意識することかなと思うので、ちょっとそれを頭に入れておくといいと思います。で鈴鹿サーキット、車によって非常にブレーキングを踏む場合もあるし、踏まない場合もあるし、なんならアクセル全開で行く場合もあるので、一概に全ての車でこうしなさいっていうのは言えないんですけど、だからその意識を全ての車で持っておくと非常にいいと思います。でそこの奥をつくっていうのをダンロップコーナーのが終わるまで常に意識を持って走っていると非常にいいと思います。はい、そしてね、ダンロップコーナーから回ってきて、次がデグナーカーブですね。これもブレーキングポイントはね結構車によってかなり変わってきます。なので目安ですが100、ちょっと看板とかね、はないんですけど、おおむね75メーターぐらいのポイントでブレーキングを踏んであげるといいと思います。ブレーキング踏まない車もあるんですけど、
ブレーキング踏む場合はそれぐらいがベストかなと思います。でそこからステアリングを切り込むタイミングですが、およそ 50m ぐらいのポイントでステアリングを切り込んであげるとそこまでねサーキット走る上で看板を気にしてちゃダメなんですけど、もし目安がわからないよっていう人はそれぐらいで切り込んであげたり、ブレーキング 75m ぐらいで踏んであげたりするとなんとなく雰囲気はねわかるかなと思います。で本当にこのデグナーカーブっていうのはスピードを殺しすぎるとかなり減速してしまうので、なるべくスピードを殺さずに、いくっていうのが大事です。プラスステアリングを切り込むタイミングを一つ間違えてしまうとクラッシュにつながるので、このステアリングを切り込むタイミングっていうのを意識して走るといいと思います。そしてデグナー1個目を通過して、次がデグナー2個目ですね。この縁石の色がついているポイントでまずステアリングを切り込むっていうのが一つ大事なポイントなのと、そのねここもねクリップを奥につくイメージを持っておくっていうのが大事です。目安、奥って言ってもこの奥じゃないんですけど、あんまり早くつきすぎない、クリップを早くつきすぎずにここら辺を目指していくっていうのが大事だと思います。で普通の車であれば縁石の内側緑のところ乗っても基本は大丈夫なので、ちょっとトライしてみてもいいかなと思います。この一番色がついてるここですね、このちょっと奥目を狙っていくといいと思います。で、次のねヘアピンに入る前のちょっとした右コーナーがあるんですけど、これが普通の車であると全開でいけないです基本的に。なので、アクセルを抜いてあげてからヘアピンでブレーキングをするっていうのが大事なので、まずこのタイミングぐらいでアクセルを抜きます。ステーリングをちょっと切ったとほぼ同時ぐらい、あるいはちょっと遅れてからアクセルを抜いてあげる。でここを進入していき、そうするとここが非常に曲がりやすくなって次のアプローチに対して窮屈になりすぎないので、アウトインアウトをしっかりヘアピンでできることになるので、ここは常にねここのアウト側を走れるようにしましょう。絶対にこの真ん中とか内側に行ってはダメです。このアウト側をキープできるようにしましょう。でそこから抜いた状態から次抜いてブレーキングします。ここら辺だいたいイメージですけど、このどの車もそうですが、この縁石が終わったあたりぐらいから普通の車はブレーキングします。終わったぐらいからここでブレーキングかけていきます。でこの時もコツとしてはクリップを奥に設定してイン側をつくんではなくて奥を取るというイメージを持った状態で走るといいです。ちょっとこれねこの週縁石を外してるんですが、ここ車によっても異なりますが、無理にクリッピングポイントをつかなくてもブレーキングをとにかく奥まで飛び込めればそこまでロスにはならないので、大事にしましょう。でスプーンに行くまでのこの緩いカーブがずっと続くんですが、全開で行けない車もあります。もし自分の車が全開で行けないなって思った場合にはラインをできる限り窮屈にしたくないので、ヘアピンから立ち上がってきた後こっちの端に左側に寄っといてください。寄ってから次のこのバイクで使うねところがあるんですけど、このバイクで使うところのイメージここら辺なんですけど、ここを入るところをですねめがけてステアリングを切ってあげると。で外側にはらんでいって次の奥側の縁石にめがけて走るっていうのが大事です。でこれスーパーフォーミュラは余裕でここ全開なので、ちょっと距離を稼ぐために比較的内側を走ってるんですけど、実際の普通の車はしっかりコース幅目いっぱい使った方がいいと思うので、そういうところをちょっと意識してもらえたらなと思います。そして次スプーンカーブですね。ここもですね結構こうブレーキングをするポイントというのが難しくて、
じゃあどこでブレーキング踏めばいいのという人多いんですけど、今こうやって見ても分かる通り、ここだけちょっと芝生がなくなってるんですよ。目安、ここを常に走ってる時に見ろっていうわけじゃないんですけど、ここの芝生なくなってるなっていうところを目安にブレーキングしてあげるといいかなと思います。で、人によってはね、この緑のところのちょっと手前とかっていう意識の仕方でもいいんですけど、ちょっとそういうのをブレーキングポイント分かんないよっていう人はそこら辺でブレーキングするといいかなと思うので、ご参考にしてください。そしてここはできる限りスピードを乗せるコーナーです。ブレーキングもね、あんまり強く踏みすぎないっていうことが大事です。で、その次スプーン2個目、ここはまたストレートが長く続くので、しっかり手前でブレーキングを終わらせて、もうスロットルがここら辺から踏み出せるぐらいまでブレーキングでしっかりスピードを落としてあげましょう。落としてからここら辺からアクセルを踏んでいくと。先は見えないんですけど、それはもう何周か重ねていくごとになんとなく、ここら辺で自分の車を踏んでいけば大丈夫だなっていうのは感覚はつかめてくると思うので、とにかくクリップを奥に取って早めにアクセルを開けていくのがこのスプーン2個目は大事です。はい、そして西ストレートですね。このかなりスピードが出ます。で、ここなんですが 30R ですね。 130R ブレーキングをする車もあればしない車もあります。スーパーフォーミュラはしません。普通の車は 100m 看板があって、50m 看板がありますと。これの間ぐらい 75m ぐらいでちょっとブレーキを踏んであげてスピードを落としてから曲がるといいと思います。その後ね、50m ぐらいのポイントからゆっくりステアリングを切ってあげる。ここはもうブレーキングとかも強く踏みすぎないのも一つ大事なところなので、できる限りなし、あるいは緩く踏んであげるのが鉄則です。で、絶対にクリップも外さないようにしましょう。 130R は。で、ここは、僕はちょっとねストレートで余裕があるのでこっち側のライン通ってますが、本来であれば出口まで、出口のねこの赤白の縁石をギリギリかすめるぐらいのところを走っていけるといいです。こんなに内側を走ってたらねスピード殺しすぎなので、しっかり外側まで使いましょう。そして最後日立アステモシュケインになりますが、このブレーキングポイントも車によってかなり違いますけど、おおよその車は 100m 看板のあたりでブレーキングします、ね、スーパーフォーミュラの場合は50とかもうそれぐらいまで行きますけど、 100m 看板を目安にブレーキング踏むといいと思います。はい、で、ここも次、ポイントなんですけど、ここのアプローチに関しては結構人それぞれ違うので、車によっても違いますし、どこでハンドルを切るかっていうのはお任せするんですが、ここからですね、ここから内側の縁石は乗るようにしましょう。その方が早く、車の向きが結構変わりやすいので、内側の縁石は乗って、ちょっとこのスーパーフォーミュラとかはまた別なんですけど、ただとはいえ必ず真ん中より右側に、こういうね試験員のような右左とすぐ連続するコーナーに関しては、次の2個目のアプローチに対して基本的にはミドルインアウト、あるいはアウトインアウトに必ずしたい、2個目に対してので、ここもミドルあるいはそれよりも外側、一番端まで行ってもいいぐらい外側に行くようにしましょう。そこから2個目にアプローチしていくといいと思います。そしてね、よくねトップドライバーならではですけど、よくここイン側をカットしていく、イン側のラインを通って最後走ってくる車あると思うんですけど、これは真似しなくていいです普通の走行の上では必要ない技術なので、これはゆくゆくねご説明していければなと思いますが、普通にですね、これに関してはここから立ち上がってきて外側に出ていく。ここをずっと全開で行けない車もあるので、できる限りコース幅は広く使ってあげると
非常にいいと思います。この辺りですね、この辺りにいるといいと思います。では、僕のねスーパーフォーミュラでのオンボードを踏まえた上でいろいろ解説させていただきましたが、鈴鹿サーキットはですね、正直難しいです。非常に車によっても走り方っていうのは非常に変わってきますし、だからこそ世界各式のサーキットであり、海外のドライバーがですね日本に来てもやっぱり鈴鹿は楽しいっていうのはそういうところなんですけど、車によって、そしてドライバーによっても走り方様々だと思うので、いろんなねオンボードだったりとか映像だったりとかね、今だと YouTube にもいろいろアップされてると思うので、皆さん何が違うのかなとか、いろんな視点で鈴鹿サーキットの走り方をね見てもらえたらと思います。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。鈴鹿サーキット編でした。バイバイ。